やっほー、キキです。今日実はスペシャルゲストに来てもらってます。ちょっとめっちゃリビングで撮ってるんで大体察しつくと思うんですけどどうぞ。私のマミーです。ママです。今日は私のマミーにちょっといろいろお話を聞こうかなと思って来てもらいましたじゃあまずちょっと軽く自己紹介だけどうぞ。はい、キキのママです。46歳、大阪生まれ、大阪育ち、ベタベタの大阪のおばちゃんですイエーイ趣味は、読書とかゴルフでドライブ大好きです。そのぐらいかな。私のマミーはもう46歳ってさっき自分でも言ってたんですけど、私の周りにいる46歳の中では一番アクティブな46歳で、そんなことはないでも例えば最近は2年前ぐらいからかな、お金の勉強をするって言っていろいろ投資の勉強をしたりとか、自分で実際に株を買ってお金を増やそうってして、毎朝その株価を見てテンションが変わってるっていう、毎朝世界の情報を見てなっていう感じで、すごいアクティブなマミーで、今日はダディちょっと恥ずかしがってきてないんやけど、でもマミーとダディがいるから私がいるってよく周りの人にも言われるぐらい、ちょっと影響をたくさん受けてるので、でも今日は留学をしたいって思ってる学生さんって結構いると思うんですけど、やっぱり親御さんはそれで心配してるっていう家庭もたくさんあるんじゃないかなと思って、今日は留学生の娘を持つマミーに、娘に留学行かせるってどんな気持ちなのかなっていうことをちょっとインタビューしていきたいなと思います。では行ってみよう。では早速、インタビューをしていきたいと思うんですけど、まず私の動画見てくださってる方は知ってると思うんですけど、高校2年生から3年生の間1年間飛び立て留学ジャパンっていうプログラムを使ってニュージーランドに留学してました。でもその時マミーは反対してたんよね、そうだからなんで留学反対してたんかなっていう、そこの気持ちを知りたいかな。まず飛び立てジャパンに合格すると思ってなかったし1年間留学するって1年間親元から離れるから、高校生でしかも海外で1年間も離れるってちょっとすごい心配なところもあり、高校2年生で行く修学旅行に絶対行きたいんじゃないかなってなんかそう思ってしまったよね。だから修学旅行行かれへんから大丈夫な、修学旅行行かれへんでって言って結構反対したの覚えてます。確かに、修学旅行ね、私たちの時はまだコロナもなかったのもあって、高校の修学旅行先ってのは台湾で、それにすごく行きたいんじゃないかみたいな感じで心配されて、私はそれより留学行きたいって言って全然修学旅行に興味ないって言ったもんね言ってたなでも結局、反対してたから自分で全部やらなっていうことでエージェント探しだったりとか、あとは学校の情報集めたりとか、それこそ飛び立てに提出書類も結構全部自分で用意して、学校の先生の力借りながら自分で用意して、マミーたちにプレゼンしてみたいな感じで、膨大な資料を自分で全部調べてアクセスしてやってたからすごいと思った。ママたちは一切関わってない。そうやな。それで提示して見したその努力の結果っていうことで、その飛び立て合格したら行っていいよっていう形で、合格した時どう思った？合格するなんて全然思ってなくてもう合格したって聞いた時嬉しかったけど、わあすごいな自分の娘ってなんかその時すごい誇りに思った。びっくりしたびっくりしたそれで実際1年間ニュージーランドに留学して、で帰ってきて、今結果的にその高校留学をどう思ってるんかなっていう。でも最初ちょっとやっぱ心配だけど、で LINE とか結構あるしすぐに連絡が取れるから、今どうなんとか楽しくやってるって言ったらいつも楽しいとか、こんなとこ行った、あんなとこあれ食べたとか言って元気そうな声をしてたから、親としたらもう大丈夫やなってすぐに安心できて、そこからは全く心配してない
私は全然ホームシックっていうのが本当に初日の3日間ぐらいだけやったんやけど、キキシックはありました？キキシックなかったでもなんか親ってやっぱり子供がどこにいても幸せそうにしてるからこっちも幸せな気分になるんじゃないかなって思う。確かにね、まあそれで高校留学のそのニュージーランド留学中に高校卒業してからの進路っていうのを考え始めて、まあいろんな選択肢、大学だけじゃなくて就職だったりとかビジネススクールだったりワーホリだったりみたいな、なんかいろんな選択肢がある中で、マレーシアの大学に行きたいっていう風に言ったわけやけど、最初、マレーシアの大学行きたいって言った時はどう思った？いや海外の大学ってすごい高いっていうイメージがあったから、値段がね、値段がアメリカとかやったら年間100万かかるとかすごい聞いてたから、ああそんなちょっと難しいんじゃないかなって金銭的にも思ってたけど、まあこの子のプレゼンを聞いてマレーシアっていうのが生活費も安いし治安もまあまあ親日やからいいし、あと学ぶことも本当にすごい高レベルのことを、まあ割と低料金で、学べるって聞いたから、ああそれやったら OK なんじゃないかなと思って私もパパさんも OK って、私はその高校留学の時に反対されてたのもあったから、ちょっと大学も海外行きたいって言ったらちょっと反対されるんじゃないかなっていう風に身構えてはいたんやけど、高校留学行かせてよかったと思ってるし大学も全然賛成っていう感じですごい協力的にしてくれて、この動画でも言ってるんやけどお金の分配っていうのはちょっとはっきりさせて結構ちゃんとやってるもんね。なんか生活費まで全部出してあげるってなったら、やっぱりいい加減に扱うかもしれへんし、自分もちゃんとお金払ってるんだっていう意識持ってほしかった。確かに留学、まあ未来の自分から借金してるっていう気持ちもあるし、親に学費出してもらってるって気持ちもあるから、やっぱり勉強もちゃんと頑張るなっていう気持ちにもなるからそんな感じでやってます。ということで、まあ、こんな感じで留学生の娘を持つ、お母さんの話をちょっと代表して聞いてみたんですけど、YouTube はどうやった？ YouTube、ちょっと緊張した誰やもん、でも楽しかった。よかったです。ということで、まあこの動画を見てくれてる皆さんの中にも、留学ちょっと迷っててでも両親には反対されてるっていう方もいるとは思うんですけど、その親御さんの気持ちを理解するっていうのも大事だと思うし、行かせてよかったっていう一意見として親御さんを説得するのに使っていただけたらなとも思います。ということで今日はありがとうありがとう。可愛い子には旅をさせましょうということでこの動画が良かったなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いしますじゃあね、チャオ。チャオ。